皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。さて、今回はですね、以前出した動画の続きになります。悩んでいたニコン ZF の顔の部分なんですが、張り替えをしてもらったものが戻ってきました。そのカラーはというと、こちら、セピアブラウンにしています。前回の動画のコメントも読ませていただいたんですが、もしかするとちょっと意外に感じた方もいらっしゃるのかなと思います。ただ実際に使ってみて今のところかなり気に入っています。とはいえ決めるまでには結構悩んだので、今日はそのあたりも含めてお話をしていけたらなと思います。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターを使ったカメラアイテムをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。そもそもでなんで今回張り替えをしたくなったかっていうところなんですけど、きっかけの一つが今年の CP プラスだったんですよね。で、その時にプレミアムエクステリアで張り替えられた ZF を実際に見て、ZF ってこういう楽しみ方もあるんだなっていうのが結構印象に残りました。もともとこの ZF 自体見た目もかなり完成されているようなカメラだと思いますし、特にシルバーボディにこのブラックの革張りだった時は、あれはあれですごく気に入って使っていました。なので、最初はわざわざ別のカラーに張り替えはしなくてもいいのかなっていう気持ちも結構あったんですよね。ただ CP プラスで実物を見てからは少しずつ気になり始めて、もし自分の ZF を変えるとしたらどうなんだろうっていうのを考えるようになって、そこから前回の動画でもお話しした通り、ブラックのまま使い続けるか、それとも革張りを張り替えるかっていうところでかなり悩んでいました。カラーもいくつか候補を見ながら迷っていたんですけど、最終的にはこちらのセピアブラウンにしました。最後まで迷っていたのは、このセピアブラウンか、あとはモスグリーンのこの2つかな、3つかな、3つ、ストーングレーと3つで迷っていたんですけど、結構悩んで決めました。前回悩んでいますっていう動画を出した後で、やっぱりもう一度ちゃんと見て決めたいなと思って、店舗にも見に行ってきました。その時に改めて実物を見て、やっぱり色によって結構印象が違うなっていうふうに思いました。一番私が悩んでいたモスグリーンについてなんですけど、色自体はすごく好きで、結構落ち着いた感じもあっていいなっていうふうに思っていたんですけど、実際に見た時に少しこの皮の脂肪感がちょっと少ないなっていうふうに思って、ちょっとのっぺりした印象を受けてしまって、好みの問題ではあると思うんですけど、なんとなく自分の中ではもうちょっと脂肪感がある方がしっくりくるなっていうふうに思ったところがありました。あとはもう一つ、ストーングレーのカラーもすごく良くて、正直そのカラーも結構迷ったんですけど、最終的にはやっぱりこのブラウンのちょっとオレンジというか、グリーンっぽい感じもあるようなブラウンが一番自分らしいのかなっていうふうに思って、これに決めました。で、実際に張り替えてみてどうだったかっていうところなんですが、まずこの見た目の印象は結構変わったなっていうふうに思います。もともとブラックで使っていた時は引き締まった感じというか、少し無機質な印象もあったんですが、ブラウンに変えたことで少し柔らかさが出て、よりクラシックな印象になったなっていう感じがあります。で、シルバーとの相性もすごく良くて、個人的にはかなり気に入って使っています。で、質感についてなんですが、このセピアブラウンは程よく脂肪感もあって、見た目も結構立体感があるような感じですし、触った時の感じも結構好きです。この光が当たった時というか、光の当たり方によって少し雰囲気というか印象が変わるっていうのも面白くって、屋外と室内で見え方が違うのもこのカラーの良さかなと思います。そういう細かいところではあるんですが、使っていく上でのこの満足感としては個人的には結構大事な部分だなと思っています。
実際に見た目が変わって戻ってきてからはやっぱり少し撮りに行きたくなったので、この ZF に 40mm をつけて少しだけ外で撮影をしてきました。そこで改めて思ったのは、私はこの ZF というカメラに 40mm っていう画角をつけて使うのはやっぱりすごく好きだなっていうふうに思いました。というか Z マウントのレンズは今 40mm しか持っていないっていうところもあるんですが、一応このレンズについても少しお話をしていくと、私はこの ZF ではもう 40mm1 本で使っています。他のソニーとかライカのカメラでは 50mm のレンズをつけて撮るのも好きなんですけど、50mm だと少し狭く感じる場面もありますし、最近だと 24mm のレンズを APS-C クロップをして 35mm の画角として使うようにもなったんですが、やっぱり 35mm だと少し広いなって思ってしまうこともちょこちょこあるんですよね。でもその 50mm と 35mm の間の 40mm っていう画角だとだいぶ収まりがちょうどいいなっていう風に感じるというか、結構 40mm も私好きなんですよね。なので先日も東京駅周辺を歩きながら撮ってみたんですが、気になったものに対して寄るのか少し引くのか、その調整がすごくしやすいなっていう風に感じました。画角が広すぎないので絵が散らかりにくいっていうのもありますし、かといって狭すぎないので周りの要素も少し残しながら撮りやすいので、やっぱりこのくらいの画角が自分には合ってるなと思います。で、例えば最初の方でこういう街路樹と建物のカットを撮っていたんですが、私は最近こういう、パッと見た目ではすごく派手ではないんですけど、形が整理されていて見た時にちょっと気になる景色みたいなものが結構好きで、よく心ときめいて撮ってしまうんですけど、こういう場面だと広角すぎると情報が少し増えすぎてまとまりにくくなることもありますし、逆にもう少し長いレンズ、望遠寄りのレンズだと被写体自体の主張が強くなりすぎて自分が残したい印象の絵と少し離れてしまうこともあるので、 40mm くらいだとすごく扱いやすいなと思います。この街路樹の感じとか、あとは建物の感じとか、そのあたりを自分の中で整理しながら撮りやすいので、こういう街の中の少し整った景色を撮るときにはかなりしっくりくるなと思います。あとは今回お花も撮ってみたんですが、こういうカットも結構好きで、見つけるとよく撮りたくなります。お花そのものを綺麗に撮るのも好きなんですけど、ガラス越しのものを撮ってみたりとか、周りの要素も少し入れながら撮っています。こういう時も 40mm という画角はすごく使いやすくて、主役はちゃんと決めておきつつ、でも周りを全部捨てるっていうわけでもない、そのくらいのバランスが本当にちょうどよくて、寄りすぎると説明っぽくなりすぎるところもありますし、逆に引きすぎると何を撮ったのか分かりづらくなることもあるので、その中間くらいでまとめやすいっていうのが自分としてはかなり気に入っています。それから少し開けた場所でも撮っているんですが、こういう公園っぽいところでも景色全体を見せたい気持ちはあるんですけど、ただ広く映せばいいっていうわけでもなくて、自分が見せたい範囲でまとめやすいっていう感じがありました。なんとなくですけど、私的には ZF はこういう少し落ち着いた被写体を撮るときに相性がいいなと思っていて、何か強い被写体をドンと見せるよりかは、街の中で自分が気になったものを少し丁寧に写すみたいな使い方がよく合う気がしています。こんな感じで何度か撮影してみて思ったのは、もちろん革を張り替えたからといって写りが変わるわけではないですし、性能が変わるわけでもないんですけど、それでも見た目がこの自分好みに近づいたことで、前よりも愛着がさらに湧いた気がしています。ボディのカラーが変わっただけではあるんですが、こういう細かい満足感って意外と大事だなと思います。カメラの見た目が好きとか、この組み合わせで撮りたいって思えるとか、そういった部分が写真をより楽しいものにしてくれる気がしています。
今回この ZF をセピアブラウンにしてみて思ったこととしては、私はこのカラーに関してはものすごく気に入っていて、ブラックとはまた違った良さを楽しめるっていうところにかなり満足しています。とはいえブラックの方がどんな場面でもどんなファッションでも使いやすいなと思うので、このブラウンのカラーは人によっては好みが分かれるのかなっていう印象もありました。でも少なくとも私はこの ZF に関してはかなりしっくりきていますし、この 40mm の組み合わせも含めてしばらくはこのまま楽しんでいきたいなと思っています。スナップ撮影だったりとかお部屋の中での撮影だったりとか、そういう普段の使い方の中でもう少し使い込んでいけたらいいなと思っています。今回私はブラウンにしてみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？ぜひコメントいただけると嬉しいです。それではざっくりとした動画にはなりますが、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っていますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS で随時発信しておりますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も写真や制作の裏側などをシェアしていきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。I always give away too much. It's like I've got no sense of touch.